それはある日突然起きたんだ。子供たちのもとに届いた不思議なカード。するとなんと驚くべきことに突如カードからモンスターが現れバトルを始めたのでございます。ネットを通じて情報交換し合い、やがて世界共通ルールができたんだ。その中心となってネット上に集まった6人の子供たち、それが俺たちバトルブローラーズ。いらっしゃいませ。はい、ブレンド2つですね。お待たせしました。アップルパイです。ねえねえ、君なんて名前？はい、アリスです。へえ、アリスちゃんか。かわいい。いえ、そんな。何やってるんだろう私のおじい様がミヒャエルであることを打ち明けるために来たのに。マスター、新しく入ったバイトの子、すごい人気だね。私もこの店長いけど、こんなに客が入ったの初めて見たよ。それは嬉しいんだけど、おかげでうちのルノちゃんがいじけちゃって。お嬢、自分はアリスさんよりお嬢の方が。約束だ。これで文句はないな。ねえルノ、後でちょっと話が。ごめん。シュン、あれでよかったの？次回を止まれ。よっしゃ、100位切ったぜ。お、知らないうちにルノのやつランキングインしてら。チェ、相変わらず1位はマーマレードやろうか。なんだよ、シュンのやつ6位まで転落しちゃってんじゃんか。確かマスカレードが現れる前は1位だったと聞いたが。そりゃそうだよな。あの野郎全く爆眼してねえんだから。爆眼をしていない？ああ。俺とあいつは小さい頃から友達でライバルだった。バトルブローラーズが集まって爆眼ゲームを考え出した時もあいつは人一倍熱心だった。このブローバックというアビリティはバトルフィールドにスタンド中の爆眼一体を強制的に戻すことができる風属性ゼフィロス共通のアビリティなんだ。それがいつからか毎回決まった時間になるとチャットから抜けるようになって。だったらこれはさ。すまん、これで失礼する。おいシュン、あいつ
入院中のおふくろさんの見舞いに行ってたんだ。また思い出してるの？お母様のこと。調子はどう？いい感じ。そう。シュンは？ほら、なんて言ったっけ？シュンが今お友達と考えてるゲーム。ああ、爆眼？そう、それ。順調だよ。そう、よかった。お母さん、爆眼がなんだかよくわからないけど、シュンがそんなに夢中になれるものなら応援するわね。母さん、爆眼の話になると笑顔になるよね。俺はそんな母さんの笑顔が見たいから爆眼に夢中になってるんだよ。おお、シュンか。母さんの容体が急に悪化した。急いで病院に来るのじゃ。じゃあ母さんは？ついにその時が来たのじゃ。だから早く来るのじゃ。よいな。母さん。心拍数低下しています。へっ、どうしたんだ？急にバトルしたいなんてさ。お前の方からなんて珍しいじゃんか。たまにはそういう時もある。フィールドオープン！ゲートカードセット！ほんじゃ行くぜ。もう一丁ゲートカードセットして、爆眼シュート！ポップアウト！さあ来い！爆眼シュート！ポップアウト！あら、なんだよ、バトルしてこねえのか？よし、ならこっちから行ってやるぜ。ちまちました駆け引きは嫌いなんだ。爆眼シュート！アビリティ発動！ファイヤーウォール！よし、ファイヤーウォールの効果でお前の爆眼のパワーレベルがダウンしたぜ。だからなんだという？ゲートカードオープン！まだまだ！ゲートカードセット！
爆弾シュートポップアウト。なんだよ、またバトル仕掛けてこねえのか。爆弾シュートポップアウト。バトルゲートカードオープン。アビリティ発動ウィングバースト。さあどんどん行こうぜ。ゲートカードセット。爆弾シュートポップアウト。またかよ。おい、いい加減に勝負してこいよな。爆弾シュートポップアウト。バトルなんだよ、いつものシュート違うじゃねえか。いつもはもっとガンガン攻めてくる短期決戦タイプなのに。ゲートカードオープン。なんで今日は長期戦に持ち込もうとするんだ。どうしたんだよシュン。風が鳴いている。さあ来いよ、勝負だシュン。爆弾シュートポップアウト。よし、やっとその気になったか。行くぜバトルだ。アビリティ発動ブローバック。このブローバックというアビリティはバトルフィールドにスタンド中の爆弾1体を強制的に戻すことができる風属性ゼフィロス共通のアビリティなんだ。ふざけんな。なんで戦おうとしないんだよ。何熱くなってる。これも立派な戦略だ。正々堂々戦えってんだ。ポップアウト。アビリティ発動ブローバック。ふざけんな。お前やる気あんのかよ。ずっとこのままバトルが終わらなければいい。おい、何かあったのか。母さんが危篤なんだ。なんだって、行かなくていいのか。バトルなんかしてていいのかよ。いいんだ。バトルしている間は時間が止まる。だからバトルをしている間、母さんは生きていられるんだ。ゲートカードオープン。それでバトルを長引かせようと。バカ野郎、バトル中も時間が止まっているわけじゃない。ゆっくりだけど動いてるんだ。
おそらくあれはロバザウラスのキャラクターカード。ここは隣のカードでポップアウトさせ、空中攻撃のアビリティエアバトルで勝負。1秒でも早く母さんのところに行ってやれよ。爆眼シュートしまった。ゲートカードオープン。現実から目を背けるなって。ちょっとプリンでも食べて休もうかな。あれダンマ？父さん、グッドタイミング。サンキュー。今来るからの気を確かに持つんじゃ。母さん母さん母さん。母さん。母さん母さシュン。爆眼。なぜ母さんが爆眼を。ある日一陣の風とともに病室の窓から飛び込んできたそうじゃ。しおりさんはそれを誕生日にお前に渡そうとずっと大事にしていたんじゃよ。母さんがこれを俺に。その爆眼がゼフィロス・フェニックス、君だ。ええ、覚えてるわ。だから君は俺にとって母さんの形見なんだ。お母様の形見だなんて光栄だわ。けれど私はあなたの母親にはなれないのよ。そうか、そんなことがあったのか。その日以来、シュンは爆眼をやめ、じいさんの家に引っ越して、俺たちの前に姿を現さなくなったんだ。母さん亡くしてショックなのはわかるよ。当然だと思う。けど一体いつまでくすぶってるつもりなんだ、あの野郎。現在世界中で最もパワーレベルの高い爆眼、それはヒュドラ。この俺の爆眼。マスカレードよ、
お前の送り込んだ刺客は皆ことごとくやられているではないか。いつになったらあのダンとかいう生意気なガキどもを倒すのだ。今までの刺客は所詮カマセイヌにしか過ぎない。インフィニティコアを手に入れるには究極進化した爆弾が必要。そして究極進化させるには爆弾同士が戦って相手を倒してパワーレベルを上げるしかない。そして倒した敵が強ければ強いほどレベルアップの近道だ。ダンたちが勝つなら勝つで構わない。最強になったところでこの俺が叩き潰すまで。豚は超えさせてから食えということか。だがナーガ様はそうお考えになられてはいないようじゃ。サラマンダーをデス次元に葬り去れ。サラマンダー？ガキどもがドラゴと呼んでいるノバドラゴノイドじゃ。どうもあのドラゴノイドだけは許せぬらしい。そういうことなら今までのような資格というわけにはいかないな。次の資格はこいつだ。シュンがマスカレードと共に現れた。なんでだよ、お前マスカレードの仲間になっちまったのか。なんとか言えよシュン。次回情熱の嵐、行くぜドラゴン爆弾シュート。完璧。風属性ゼフィロスの紹介だ。風属性はゲートカードの効力を使わずに戦う空中戦が得意なんだ。相手の爆弾を弾き飛ばして他のカードを移動させたり強制的に手元に戻すことだってできるんだぜ。